いやー、それにしても頭が痛い血が出なくてよかったなと思っておりますけども、それほど強打しております。てか角っこだったんだよね。という形でこれがミッドサイドロー形式。今日は屋外に H2 エッセンシャルを持ち出して、そのマイクパターンね、9つあるマイクパターンのポテンシャルを見ようと思っています。だいたい今真横に来ています。実は H2 エッセンシャルの9つのポーラーパターンの、検証ということで来ています。本日は株式会社ズームが出していますハンディレコーダーシリーズから H2 エッセンシャルをご紹介します。皆さんご機嫌いかがですか？インスタチャンネルコーヒーです。久しぶりに株式会社ズームのレコーダーのレビューができるということになっておりますけども、今日は H2 エッセンシャル、こちらにありますね。非常に独特なフォルム、外観を持つレコーダーになっていますが、こちらの魅力を語っていきたいと思います。株式会社ズームのラインナップの中でもハンディレコーダー H シリーズというのは一つ中核をなすシリーズなのかなというふうに捉えております。フィールドレコーダーとかマイクトラックシリーズ、そしてポットトラックシリーズなど様々なラインナップがありますけども、やはりハンディレコーダーシリーズというのはマイクがついていて気軽に使うことができるレコーダーという位置づけで、非常に古くからユーザーを獲得してきている商品なんだろうというふうに思っております。そのハンディレコーダーシリーズは現在のラインナップをざっくりとご説明しますと、大きくスタジオとエッセンシャル、そしてスタジオエッセンシャルがつかないモデルの3つにカテゴリーが分かれています。スタジオというのは、ざっくり言えばマイクカプセル交換式のハンディレコーダーの中で超大型のダイヤフラムを持つ XY ステレオマイクを使うことができるモデルになっています。現在は H6 スタジオ、そして H5 スタジオがラインナップされています。そしてエッセンシャルシリーズは今までの H シリーズのそのまま正当進化版という形になります。販売後にファームウェアのアップデートがありまして、32ビットフロートに録音に対応したというのが大変驚きを持って私の中では、受け止めたんですけれども、32ビットフロート録音に対応したことによって、例えば上位モデルのフィールドレコーダーとかに負けない魅力を持ついいラインナップになってきたなというふうに考えています。H6 エッセンシャルはマイクカプセル交換式ハンディレコーダーになっていまして、H4 エッセンシャルはマイクカプセル交換には対応していませんが XY マイク、それから XLR 入力2系統ですねを持っているレコーダーになってまして、例えばたまにはダイナミックマイクを外部から接続して使いたいよとか、そういったシチュエーションにも対応する柔軟性の高いモデルになっています。そして H1 シリーズに行きますけども、 H1 エッセンシャルというのは、ペン型というかいわゆる IC レコーダーのような見た目で XY マイクがついているレコーダーになってまして、一番エントリーモデル、一番まずはここから使ってみようというところになっています。価格も抑えられています。で H1 の兄弟機としてエッセンシャルがつかない H1XLR というモデルもあります。こちらも大変ユニークで、こちらについては XLR がマイク入力のみを持つレコーダーということになってまして、言ってみればフィールドレコーダーの F3 のハンディレコーダー版という捉え方ができるのかなと思うんですけども、そもそも手持ちのダイナミックマイクやコンデンサーマイクを使うことを前提にしたハンディレコーダーという位置づけになっています。その他エッセンシャルが使わないモデルとしては H3VR ですね。アンビソニックス録音という360度の音声を捉えて、空間音響とか立体音響と呼べばいいんでしょうか。そういったものを取り扱うことができる非常にユニークなレコーダーがありまして、通常ですと大変高価なアンビソニックス対応のマイクというものを使って多チャンネル録音ができるレコーダーを使って撮るものが一つのレコーダーで、マイクもレコーダーも一体型になっていて完結しているというユニークなマイクがあります。現在もラインナップに残っています。そんな中 H2 エッセンシャルです。こちらも大変ユニークなレコーダーになってまして、こちらの面白みというものを今日は語っていきたいなというふうに思っています。ここで簡単に自己紹介をさせてください。私は電気屋ウォーカーというポッドキャスト番組を2009年から配信をしておりますコーヒーと言います。そしてこちら今ご覧いただいているインスタチャンネルは録音機材とかカメラとか
そういったものについて解説をさせていただいております。私が皆さんに何かをご説明するというよりも、私自身が勉強してこういう面白さがあるんだっていうふうに思ったことを、忘れないように取ったものを皆さんにご紹介をしているという、そういった立ち位置で配信をしております。ぜひゆるくお付き合いいただければなと思っております。最近では VR チャットと呼ばれるね、バーチャルリアリティの世界で遊ぶ SNS の、軽量化解説動画などもやっております。ちょっと触れ幅の大きいチャンネルになってますので、ご興味が分かれる方はリストなどをご利用いただければと思っております。早速この H2 エッセンシャルですけども、なんか細かいスペックの部分を追いかけていくっていうのは今日はしないかなと思ってるんです。H2 エッセンシャルは32ビットフロート録音に対応したシングル AD のレコーダーになっています。で、当たり前の録音フォーマットで録音ができるというところ、そこの程度で押さえておいていただければ大丈夫です。外部入力は、プラグインパワータイプのマイク、ラベリアマイクとかを接続することは可能ですが、本筋ではないかなというふうに思っています。そんなマイクなんですけども、果たしてなぜこの H2 エッセンシャルは面白いのかというところです。以前私が株式会社ズームの皆さんにご協力をいただきましてロングインタビューということでお話を伺った回があったんですけども、現在でも YouTube でご覧いただきますので、そちらもご覧いただければ、ご興味があればご覧いただければ嬉しいなと思うんですが、その中で H シリーズの開発者の方にお話を伺っていた回があります。H2 エッセンシャルについても大変詳しくご説明をいただきましたが、とてもこのユニークな見た目なんですが、コンセプトというか、何と言えばいいんでしょうね、使用想定がすごくはっきりしていて、だからこそ面白みを感じる製品だなというふうに感じております。その当時からレビューをしたいな、この面白さをお伝えしたいなと思っていたんですけども、随分間が空きましたが、ようやく今日ご説明することができるようになっております。まず H2 シリーズは歴代3世代目のものになりますけども、いずれもこの形、ポンと置いて使うことができるタイプのレコーダーになっています。今日はこのね、撮影のためにちょっと台座を使っておりますけども、底面そのままゴム足がついてまして、ストーンと机の上に置いて使うことができる。これがまず一つのメリットです。先ほどご紹介したハンディレコーダーシリーズはいずれもポンと置いて使う形にはなっていません。ハンドヘルド、ハンディレコーダーというぐらいですから、手で持って録音をするとか、三脚穴が用意されていますので、三脚に取り付けて収録をするとかいうことを前提としております。唯一 H3VR だけがストンとこの H2 と同じようにストンと置いて使うことができますけども、ちょっと用途が変わりますので、それは置いておきます。H2 エッセンシャルが現状の最新モデルのラインナップの中で唯一テーブルの上などにポンと置いて収録ができるという使い方ができるモデルだというところ、これがまず最初の一点になります。
それでというふうに思われがちかもしれませんけども、場所を選ばず収録ができるためにはこういった、形、設置の仕方が求められるのかなと思います。例えばですけども、喫茶店などに行ってポッドキャストの収録をする。テーブルの上にポンと置く。何も三脚を立てたりしません。ただポンと置くだけ。何かインタビューをしに行く。机の上にポンと置く。そういったシチュエーションでただ置けばもう収録の準備ができているというのがとてもポイントとして高いです。現在この H2 エッセンシャルで音声収録を行っています。この音声を動画の編集の時に利用するつもりでおりますけども、ただこうやってポンと置いて私に向かっているだけで収録ができるというこのメリットがありますよね。でそれを踏まえていただいた上で2つ目、こちらのマイクは実は4つのマイクを内蔵しています。4つっていうことになるんですけども、1つはですね、こちら液晶画面側、機械の設計としてはリア、製品の後方側という扱いになりますけども、リア側に1つマイクがあります。そして機械の向こう側、設計上はフロントという扱いになりますけども、フロント側にも1つのマイクがあります。つまりレコーダーを挟んで手前と奥に背中合わせになるようにマイクが並んでいるというのが特徴です。でさらに実はこの側面ですね、両側面にもマイクが入っていまして、全部で4面に向いてマイクが設置されているという、そういった変わったマイクになります。この構成はどういうふうに使えばいいのかというと、ミッドサイドステレオ方式というものが根底にあります。ミッドサイドステレオというのはどういうことかというと、通常 XY マイクというのは交差をするように右側から左側を狙い、左側から右側を狙うことで広い空間を捉えるステレオの収録方式のことを XY ステレオというふうに呼びます。それに対して AB ステレオというのは右側は右側、左側は左側の音声を捉え、左右の音を捉えていこうというステレオ方式、これが AB 方式ですね。この XY と AB の他にあるステレオ方式がこれです。ミッドサイドステレオというのは正面を向いて撮る音と左右を向いて撮る音、この3つのマイクを使って後からステレオ感を調整していくことができるというちょっと変わったものになっています。左右のマイクの音を強くしていけば、あたかも広い範囲の音を取っているかのように聞こえますし、真ん中のマイク、正面のマイクだけに絞っていくとあたかも物のある指向性の強いマイクのように取り扱うことができるという、これ以前マイクトラック M3 の時にもご紹介をしたんですが、あれはミッドサイドステレオ方式のショットガンマイクでしたけども、動画でいうところのログ撮影や写真でいうところのロー撮影のように撮った後ポストプロセス編集の段階でステレオ感の調整が可能なステレオマイク構成ですよということになっています。今日実はこの音声は、ステレオ方式での録音を現在行ってまして、その場合はただ単にその時の選択に合わせたステレオ感で録音をされてますから、録音された後から調整することはできません。その場合にはちゃんとミッドサイドステレオ方式での録音というのを選択をしておく必要がありますので、そこはご注意をください。とにかくそういう4面にマイクを持つことによって録音の設定次第によっては後からステレオ感や指向性を調整できるステレオ録音ができるというちょっと変わったところがあるよというのが2つ目の特徴になるのかなと思います。続いての特徴はそのマイクの使い方にあります。ミッドサイドステレオ方式っていうことも申し上げましたが、そのミッドサイドステレオっていうことは忘れていただいたとしても、このマイクには9つの集音パターンの設定ができるようになっています。9つは何かというと、フロント側とリア側でという、フロントオンリー、リアオンリー、そしてフロントリアの両面使いというまず3つの選択肢があります。そして単一指向性、90度ステレオ、120度ステレオという3つの指向性選択があります。
でサザンが9で9パターンという形になるんですけども、この H2 エッセンシャルをポンと机の上に置いてフロントリアどちらの録音も行いますよと設定をした上でモノラルを選択すると正面向かい合って録音をした時に私とあなたあたかも別立てのバイクを持って録音してるかのように録音することができます。これもこの1台でできるというのが大変便利で、録音したファイルは、L チャンネルに一方 R チャンネルにもう一方ということで左右のチャンネルに分かれた音声が取れるようになっていまして、録音後に音量バランスを調整したりすることも可能です。これは別に、ミッドサイドステレオ方式のローファイルとかっていうファイル形式ではなくて通常のステレオファイルとして取り扱える音声として録音することができます。さらにですね、フロントとリアどちらもオンにした上で例えば90度例えば120度のステレオ感指向性を選択して録音するとどうなるかというと臨場感の高い音声を録音することができる仕組みになっていまして、H3VR、H3VR のようなアンビソニックス録音ではないですけども、それでも非常に空間を意識した音の流れみたいなのを取ることができます。合計9パターンでプラスアルファ MS ロー形式の録音ができるというのがこの H2 エッセンシャルの魅力でもあります。もうねここの部分が魅力の大部分です。だからポンと置いて向かい合わせでそれぞれ相指向性で録音することができるとか、ポンと置いて全周の音を臨場感高く録音しておいて後から調整することができるとか、いうことが例えばポッドキャスト配信やインタビューみたいなものであったとしても、とても使いやすい録音レコーダーでしょうし、とても使いやすい素材が取れるではないかなというふうに思っていますし、それから私は残念ながら音楽的才能がないので何とも言えませんが、スタジオでの録音や練習の時もこれをポンと真ん中に置いて、私はドラムはここにあります、ベースはここにあります、ギターはここにあります、ボーカルはここにいますなんていう時の、録音をしておいて、聞いたり後から何かしたりっていうのに大変便利という、ベースとかねギターのエフェクターなんかも作ってる会社ですから、そういったミュージシャンなんかにも使いやすいものというのは徹底したこだわりを持っているのかなというふうにも感じています。はい、皆さんご機嫌いかがですか。今日は H2 エッセンシャルのテストに来ています。で、結構使っている、屋外の収録スポットに来ていて、このように、三脚に H2 エッセンシャルを立てて収録の準備をしたところです。ただ持ってきていたモバイルバッテリーが完全に空っぽで外部電源の供給ができない状況なので、残っている内蔵バッテリーでどこまでできるのかちょっと不安があります。場合によっては取り直しかなっていう気がしていますね。では、まず電源をつけてみましょう。さあどれぐらい残っていてくれるのか。もうほぼないですねはい、ここを見ていただきますと分かりますが、現在はリアとモノがオンになっている状態です。この状態で、マイクからそうですね50センチ60センチぐらい離れている感じでしょうか。この状態で一旦普通に撮っていやフロントリアもつけて120度にしてみようかな。はい、フロントとリアがついて120度の状態です。画面がこのように切り替わりましたね。波形が載っています。一旦これで録音状態にして私がこの周囲を回った時の音を確認してみましょう。これはただ普通のステレオファイルで撮っていますので、MS ローというねミッドサイドマイクの設定ではありませんので、どうやって聞こえるんだろうね。皆さんご機嫌いかがですか。インストチャンネルコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか。インストチャンネルコーヒーです。先ほど、自走式の立体駐車場に、車を止めようと思って、止めたんですけど、後ろのハッチを開こうとしたんですね。そしたら駐車場の構造物にハッチがぶつかっちゃうんじゃないかなと思って随分注意しながら開けたんですよ。そしたら案の定ね接触しそうな距離感にあって、いやさすがちゃんと
こう注意を怠らずに警戒してよかったな、傷つけなくてよかったなと思って油断したらドアに頭をぶつけて、もうなんか目が飛び出るかと思いましたという感じです。これがね、フロントとリアを120度にした時の音声サンプルです。今度はモノラル、フロントとリアをオンにしてモノラルにした状態、また画面がね切り替わっておりますけども、この場合は相指向性の音声ファイルが取れるということになっています。まずはリア側に立って話をしています。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルのコーヒーです。今日は屋外に H2 エッセンシャルを持ち出して、そのマイクパターンね、9つあるマイクパターンのポテンシャルを見ようと思っています。だいたい今真横に来ています。実は H2 エッセンシャルの9つのポーラーパターンの検証ということで来ています。これで、フロント側、画面の向こう側に立っています。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルコーヒーです。そして、今度は反対側のサイドです。そして戻ってきて正面という形になっています。はい、これで一応相指向性、向こうとこちらがそれぞれ指向性を持った状態で収録をされているということなので、対面収録に向いている音声収録パターンというふうに言われています。一旦閉じます。続いて MS ロー形式、録音設定をステレオ形式から MS ローを選択します。はい、これだけですね。これであとはフロントリア120度に設定します。もうバッテリーが気になるんでこのまま撮っちゃいますが、これで、ロー形式、ミッドサイドマイクロー形式のステレオファイルが録音できる形になっています。この状態ですと、例えば今ちょうど飛行機が飛んできましたね。この周囲の環境音とかを、結構定位感360度の感じを豊かに録音してくれた上に、豊かに録音してくれた上に後から定位を変更することができるようになっているはずです。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルコーヒーです。いやー、それにしても頭が痛い血が出なくてよかったなと思っておりますけども、それほど強打しております。てか角っこだったんだよねという形で、これがミッドサイドロー形式。もうバッテリーが気になるんでこのまま取っちゃいますが、これで、ロー形式、ミッドサイドマイクロー形式のステレオファイルが録音できる形になっています。この状態ですと、例えば今ちょうど飛行機が飛んできましたね。この周囲の環境音とかを、結構定位感360度の感じを豊かに録音してくれた上に、豊かに録音してくれた上に後から定位を変更することができるようになっているはずです。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルコーヒーです。いやー、それにしても頭が痛い血が出なくてよかったなと思っておりますけども、それほど強打しております。てか角っこだったんだよねという形で、これがミッドサイドロー形式。ちょっと黙ってみますね。周りに鳥が鳴いていたり車が通っていったりするので、その音もお楽しみください。はい、ちなみに H2 エッセンシャルにはこういった専用設計の風防ウィンドスクリーンがついています。これをカポッとかぶせても上からね見ることができるんですが、録音状態にしてみましょう。風の音、今日はねそんなに風吹いてないですけども、風の音、吹かれが軽減できてるんじゃないかなと思います。ちょっと風向きこっちはね風が吹いてくる方向なので、風向きに合わせてよいしょ、風向きに合わせてみましょう。
はい。ちょっとバッテリーがもったいないので一旦切りますけども、はい、これが H2 エッセンシャルを屋外に持ち出して収録したサンプル音源になります。これだけでも大変便利だなっていうのはこう刺さる人には十分伝わるのかなと思っているんですけども、細かい作り込みがとてもありまして、ディスプレイなんですけども大変視認性の良いディスプレイが採用されていまして、波形をリアルタイムで確認をしながら録音をすることができます。ちょっと暗いような場面であったとしてもとても分かりやすいのかなと思っております。このディスプレイは手前側、機械でいうところのリア側にのみ搭載をされています。でフロント側はバッテリーハッチがついていて、単三乾電池かな入れて、バッテリーとして内蔵バッテリーとして使うことができるようになっています。そしてね、この正面じゃない、この上面部分なんですけど、ここね、これがとてもいいなと思っていて、録音と指向性選択、マイクのオンオフに関する操作系が全て上面、筐体の上側に集中しています。むしろ操作をするところはここしかありませんので、極端な話ね。なので、しかもバックライトがついていることによって動作モード、現在どういう選択がされているかというのが誤解なく理解することができるようになっておりますので、うっかりミスによるその録音の失敗みたいなのを極限まで下げるリスクを低減できているなというふうに感じているんです。これは録音中には残念ながら切り替えられませんけども、もうフィックスになってますが、指向性も切り替えられないですね。録音中ですという形でなります。一旦録音を停止して切り替えると変更ができるようになっています。停止してみようか。録音停止して、こんな感じですね。よいしょ。はい、これで録音することができます。こんな感じで、簡単にしかも視認性よく録音状態が確認できるというのがメリットの一つ。そしてじゃあ正面側には何があるんですかということになるんですが、はい、正面側にはですね、録音時点では録音している最中にはもう画面表示を見る、波形の状態を見るだけのモニターになっていて、それ以上のオペレーションはあまりありません。で、別なことがあるとすれば、そのファームウェアアップデートで搭載された AI ノイズリダクションのオンオフというのがあります。一回やってみましょう。録音を停止して一旦、リアのものに変更します。でこの状態で、マーカーというボタンをダブルタップしますと AI ノイズリダクションの学習がスタートします。はい、これで AI ノイズリダクションがオンになりました。録音してみましょう。先ほどまでの音源と聞いた感じがどうなのか、この部屋があまり、悪い環境ではないので違いはこの状態だと違いはあまり実感できないかもしれませんけども、現在でも、照明のファンが回っていますし、あとカメラを冷却するクーリングファンも回っていますし、パソコンも動いてますので無音ではないです。無音ではないんですけど、おそらくノイズリダクションがかかっていない状態でもそんなにうるさくはないはずです。ただ今回の場合は AI ノイズリダクションをかけた時の私の音声がどれほど破綻をしてないかっていうところを見ていただくサンプルになるかなと思います。これが使えることで何が便利かといえば、例えばノートパソコンを身近に置いて録音するようなシチュエーションであれば当然ですけども、ノートパソコンのファンノイズみたいなものを低減することができるようになりますので大変便利です。あとはエアコンを使う季節になってきましたけども、エアコンを使っている時、冷房でも暖房でも一緒ですね。エアコンを使っている時のその動作音とか、ワンルームで録音をされている場合ですと、例えば室内に冷蔵庫があったりした場合のその冷蔵庫のモーター音みたいなもの、そういったものを効果的に排除することができるのが AI ノイズリダクションでして、それがこの H2 エッセンシャルという非常にエントリーモデルにも搭載されているというのが魅力の一つかなと思っています。じゃあ一旦切ってみますよ。はい。
はい、AI ノイズリダクションをオフにしました。波形がね、そもそもこの小さいところがあんまり変わってないので、やっぱり静かな部屋なんだなと思います。フィールドレコーダーとして使う分に、フィールドレコーディングとして使う分にも大変便利ですが、注意点が一つだけありまして、H2 エッセンシャルは別に、ショックマウント的な対策を取られているマイクではありません。先日車に車載として動画を撮ってみようということで、音声を撮ってみようということで車に乗せて録音をしてみましたが、走行時の揺れみたいな音は全部ダイレクトにマイクに、返ってきまして、結構ボン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 という音が入っていました。ですので、車載動画で使いたいなと思えばショックマウントを別途用意する必要があります。それと同じように手持ちでの録音にもあまり向いていないなと思ってまして、持って歩いている時に、例えば三脚やスティックのようなものを使っていたとしても、歩いている時の音は多少乗ってくるのかなと思います。当然ハンドリングノイズも乗ります。触ったりすると触った音が聞こえてきますから、あくまでも振動のないところに置いて録音をするという前提の機械になっているんだな、レコーダーになってるんだなというところは誤解のないようにお願いします。持ち歩いて何かしたいっていうんであればまた別のものを、例えばマイクトラック M2 とか何かショックマウントがついているようなレコーダーを選択されるのがいいのかなと。あとこういうね、クリップオンタイプのマイクとかを使われるのがベターな気もしております。H2 エッセンシャルが持っているポテンシャル、まとめていきますと、その9つの録音パターンに対応していること、そしてミッドサイドロードという取った後で、指向性などを調整して使うことができる録音に対応しているということ、そして、上面に、コントロール系がマイク指向性切り替えやマイクのオンオフ録音開始停止ボタンが集中していることによる操作性の良さ、32ビットフロート録音に対応したことによって得られる大きな恩恵としては、ゲイン調整がいらないということなんですよね。前の世代のモデルにはゲイン調整ダイヤルがついていました。ということはゲイン調整による録音の失敗が発生する可能性があるんです。でも H2 エッセンシャルについてはマイキングは別にしてです。決定的にマイクとその話者との間に何か課題があって、何で撮っても音が悪いよねっていう状態でも H2 エッセンシャルは頑張ってくれるなんていうことはありませんが、少なくとも原因調整の設定のミスによる失敗というのは相当低減されるだろうというふうに思っております。なのでポンと置いてマイクの指向性オンオフを確認した上でポンとレコードボタンを押せば録音ができて失敗がないという、そういうレコーダーに仕上がっているのがこの H2 エッセンシャルなんだなというふうに思っております。普段一人でポッドキャスト音声収録をしている方、それから2人で対面しながらね録音をしている方、インタビューをする方、あと会議のレコード議事録なんかにもいいですよね。最近は AI で文字起こししたりしますけども、取れてる音声が綺麗であればあるほど正確な AI 文字起こしができるはずですので、そういった場面でもこれを職場に1個持っておいて、会議がある時にこれをポンと置いて録音をしておくっていうことも便利な使い方なのかなというふうに思っております。当然音楽活動もそうです。講演活動みたいなものいいでしょう。なんかね、演題の上にポンとこれ1個置いといて講演者の話を録音するなんていう場面でもいいかもしれません。様々な使い方ができてミスが少ないというレコーダーがこの H2 エッセンシャルだろうというふうに思っておりますので、もしご興味を持っていただいた方は Zoom のウェブサイトなどでチェックしていただいて、この製品の面白さ皆さんで追求してみてください。いやー、これね、ここはもうここで終了です。この H2 エッセンシャルはね、本当にこうコンセプトが絞りきれるとこんなに刺さる製品になるんだなって感じたんですよ。そのインタビューの時に。それまで実は H2 エッセンシャルって色物だと思ってて、こういうユニークなレコーダーもあるよねって、なんか面白そうだから作ってみたんでしょぐらいの立ち位置なんだろうなとずっと思ってたんです。だからその過去ね H2N プロだったかな、 H2N か H2N の時などには
ポッドキャストを始めたいんですけどどんなレコーダーがいいですかって言われた時に当然 H2 をお勧めするということは私自身はなかったんです。ただ話を聞いてみてエンジニアの方の、そしてこの H2 エッセンシャルになってからということなんですけど、徹底的にその我々のような素人が犯すであろうミスのリスクが潰されているんですよね。操作も目視で確認しやすいし、原因調整がいらないし、ノイズリダクションが効くしってなってくると、ノイズリダクションをオンにするってことを忘れるかもしれませんけど、それを別にしたら本当に原因調整ミスがなく、指向性の切り替えも光ってるのさえ見ればミスがなく、録音ボタンはこんな赤々とこうと光ってますからもうミスもないっていうことになるので、こんなに使いやすくなるんだって思ったんですね。これはだからその H1 エッセンシャルとかその他のハンディレコーダーシリーズもそうだし、場合によってはフィールドレコーダーはプロレベル機材っていう別なコンセプトがありますからそうですけど、いずれにしてもこれほどミスが少なくなるんじゃないかなっていうことに突き詰めたレコーダーはないよねって思ったんですね。極論すればですよ。そうだね。でじゃあ小難しい機械なのかと言われれば別に2ミックスで録音はできていますし、あとエクスポートの機能も持っているので、お好みの状態で書き出すこともできますから、本体だけをちょっとねマニュアル読んで操作を覚えれば何も難しいことはないので、っていう、いいよねって思いました。ちょっと雑な感想を最後につけさせてもらったんですけど、本当に面白い機械だなと思っていて、性能以上使い勝手以上に面白さを伝えられればとても嬉しいなと思ってのレビューになりました。H2 エッセンシャルに関する質問などがありましたらこちらでも確認できるところは確認して回答したいと思いますので、気軽にコメント欄にお寄せいただければと思います。以上インストチャンネルコーヒーでした。ありがとうございました。